どうも、ゲレスです。どうも、ノロです。さて、今回は、以前の動画で一瞬だけ顔を出した、このイケメンについての話をしていくよ。解散。私はエルデンリングの話が聞きたいのよ。次の動画になったら、また呼んでね。いやいや、ちょっと待ってよ。騙されたと思って、まずは3分だけでもいいから、損はさせないから。ほら、このイケメンの表情を見て、かわいそうでしょ？誰よこれ？ゲームの神話的な世界観とかけ離れたド実写のおじさんじゃないの。いやいや、DLC の話はどうしたの？もちろん、その話もそのうちするつもりだよ。でも、このイケメンの話は、エルデンリング、特に DLC の世界観を理解するには、最優先に学んでおくべき必修科目だと確信しているんだ。随分とでかく出たわね。じゃあ、聞くけど、これ誰なの？カール・グスタフ・ユング、精神医学者であり、アドラー、フロイトと並んで、三大心理学者だと紹介されていたりする心理学界の巨匠なんだ。20世紀最大の思想家の一人とされることもある人物だね。エルデンリングの世界観は彼の思想に基づいたものだと思う。ユング、なんとなく聞いたことがあるような。でもさ、うちだとエルデンリングの世界観は錬金術が元ネタじゃないかみたいな方向だったじゃない。考えが変わったということ？そうじゃないよ。厳密には錬金術がモデルというよりは、錬金術を含めたユングの思想がモデルという風な解釈の方がより適切だろうという感じだね。いやいや、ユングさんって20世紀の超有名な心理学者なんでしょ？錬金術とは時代も分野も全然違うじゃないの。そうだね。それじゃあ、今画面に並んでいるようなもろもろを順を追って一つずつ説明していこうか。ただ、その前に、なぜ心理学の話が関係するのか、あらかじめ頭に入れておいてほしいことについて話しておくよ。まず、これは少し前に視聴者さんとやり取りした話題でもあるんだ。ほう、マリカ様が幻影の世界を生み出している？面白そうだけど、そんなことありえるのかしら？そうだね。それじゃあ、改めて諸々のセリフを読み返して情報を整理してみようか。完全律の修復ルーン、幻黄金律の不完全は、すなわち視座の揺らぎであった。人のごとき、心もつかみなど不要であり、律の歌詞であったのだ。まず、金仮面先生が言うには、神の心や視座の揺らぎは、黄金律の不完全、歌詞ということみたいだね。ちなみに、視座というのは、物事を捉える視点や立場のことで、英語版では、イデオロギー、つまり、思想、信念を指す言葉で訳されているよ。なるほど。でも、これって、ご乱心を起こしてハンマーを振り回すようなメンヘラが神では困る、みたいな話じゃないの？それは、そうだろうね。ただ、この、神の心や視座の揺らぎが、黄金律の不完全、歌詞だとする言い回しから、黄金律と神の心や視座はほぼ等しい関係にあるという解釈もできるよね。神とはその思想や認識により、世界の法則、黄金律、もしくは、世界そのものを形作る存在、みたいなイメージができるんじゃないかな。これは、別に現時点で納得できなくてもいいんだ。とりあえずは、あくまでも、解釈の一つ、一時的な仮説ということで。まあ、確かに、この文章の解釈の一つとしては、そういう風に取れるかもね。そういえば、神に見出されたものが生涯の使命を与えられた証である刻印は、瞳に刻まれていたり、神の視点というのは、重要な意味合いがありそうな概念ではあるわよね。そんな過程を踏まえた上で、次はエンやネさんによる、神の説明を聞いてみよう。女王マリカは、エルデンリングの宿主、その原子を宿すもの、すなわち神さね。神とはエルデンリングの原子を宿すものである。なるほど。確かに金仮面先生のセリフと合わせて考えると印象が違ってくるというか、イメージが補強されてくるわね。そうだね。そこにすでにある世界を単にそのまま認識することを原子とは言えない。そこにないものを認識するのが原子だ。ただ金仮面先生の言葉から感じ取れるように、仮に神の認識により世界が形作られるのだとすれば、まだない世界を見出すその神の認識は原子と呼ぶにふさわしいんじゃないかな。順序が逆なので、現実が先にあってそれを認識するのが当たり前だけど、ここで言う神様は認識が先にあってそれが現実になる。そうだね。それで日本指が言うには、原子の器である神に大ルーンを捧げることで、主人公は神の伴侶であるエルデの王となるということなんだ。主人公は旅をしてエルデンリングの破片を集めて、汗人からは修復ルーンを託され、それを原始の器であるマリカ様に捧げて彼女の伴侶になり、
捧げた修復ルーンにより異なる形で世界は修復される。そう考えると捧げることで神様の原始に影響を与える大ルーンとか修復ルーンってもしかしたら結構メンタル的な概念。そうだね。大ルーンは砕ける前の神マリカ様に由来する。修復ルーンはその焦り人たちに由来する示唆やイデオロギーだと解釈することはできそうだね。だとすれば神でもデミゴッドでもないただの焦りと風情が修復ルーンを生み出して、その違いにより時代の世界構造が大きく左右されるという構図も納得がいくよね。クソ V なら皆呪われろという悪意、金仮面先生なら合理主義思想みたいな感じかな。それらを主人公は旅の中で己の中に取り込み、マリカ様にそれを捧げ、マリカ様の世界に対する認識に書き込まれ、新たな原子により世界は形作られる。過去動画で大ルーンとか修復ルーンが常にカメラの方向を向いているのはプレイヤーの主観に基づく存在だからかもとか言っていたけど、そう考えるとあれも説明がつきそうじゃない？なるほどなるほど。ロマンチックに言うなら主人公は旅の中で感じたことや思い出を伴侶になるマリカ様に伝えているみたいなイメージもできるかもしれないわね。悪くないね。ただ己のメンタル的な概念を捧げ伴侶になるという流れはおそらく分け与えているというよりは合一して精神の一部なり全体なりを共有するというイメージじゃないかな。ところで作中では眼球が多くのモチーフとして登場するよね。神であるマリカ様やラダボンの刻印が刻まれた眼球、シャブリリのブドウ、茨で潰された瞳、機体に浮かぶ第三の瞳、メリナ、マレニア、メスメルなどの閉じられた瞳などなど。ただ考えてみれば目とは子が他を認識する象徴的な存在とも言えるんじゃないかな。確かに意味深なのがいろいろあるけど、そのあたりを理解するにはその原子のイメージが鍵になってきそうね。そう考えると指というのは子が耐え接触し干渉する象徴的な存在というイメージかしら。2本指がやたらと言葉に結びついている感じもそう考えると納得できるかもしれないね。他の世界とつながるオンラインプレイを中止する指切りは初期バージョンでは石の刃だったんだけど、後からわざわざ画像まで新調して幻の刃に設定が変更されたんだ。そのこだわりも世界が原子により作られるものだと考えれば辻褄は合うわね。そうだね。それに原子といえば作中では夢や眠りも意味深な概念として登場する。眠り続ける眉の中のミケラ、卵の中の赤ちゃん、大きな妹フィリアちゃん、聖女トリーナ、霧に覆われた地である狭間の地は果たして何と何の狭間の地なのか。ちょっと前置きが長くなってしまったけれど、これらのことを踏まえた上で本題に入っていこうか。結構濃厚な前置きだったわね。本題というのは土実写おじさんの話だったっけ？最初はなんで心理学者だか思想家だかの小難しそうな話を聞かされなきゃならんのだと思ったけど、前置きの話を踏まえるとちょっと興味が出てきたわ。そうそう、ユングさんだね。まずは僕が個人的にエルデンリングで遊んでいて一番最初にユング集を感じたテキストはこれなんだ。回帰性原理、黄金律原理主義の祈祷、その根本をなす一つ、あらゆる状態異常と特殊な効果を消し去り、あらゆる擬態の正体を暴く。原理主義は黄金律を2つの力で説明する。それすなわち回帰と因果であり、回帰とは万物が不益に修練しようとする意味の引力であるか。なんか小難しい表現だけど、これがユングっぽいの？そうだね。万物が不益に修練というけど、この不益という言葉は時代に左右されず変わらないことを意味する言葉なんだ。人の不益の盾はその変わらない力を損害を受けないようにする守りに活用しているという理屈みたいだね。はいはい、なんとなくイメージはできたわ。どんな時でも何があっても変わらない感じね。この不益という言葉を含んだ不変不益という4文字熟語があるんだけど、これは完全無欠みたいな類似した2つの日熟語を重ねたものだね。不変というのは時代などを含めその全てに共通することであり、不益を内包すると言える言葉でほぼ同じように使える言葉なんだ。不変はなんか聞いたことあるわね。争いは人類にとって普遍的なテーマだみたいな。確かに不益とほとんど同じ印象の言葉ね。でもそれがどうしたの？ユングが唱えた最も象徴的で有名な考え方が普遍的無意識もしくは集団的無意識というものなんだ。みんな一緒で変わらない無意識？そう、無意識という言葉は今でこそ当たり前に使う言葉だけど、そんな曖昧な概念を本格的に研究し始めたのは
ユングの師であるフロイトからだと言われている。ユングは、その生涯をこの無意識の解明に捧げた人物なんだ。ただし、ユングはフロイトとは違い、無意識には、時代も空間も関係ない、普遍的な無意識が根底に存在していると考えた。ここから話す。ユングの思想はこの普遍的無意識の存在を大前提にした考えになるんだ。要は、理性を捨てて本能むき出しにしたらみんな似たようなもんだ、みたいな感じ？似たようなもんじゃなくて、全く同一なんだよ。時代も空間も関係なく、人の精神の根底には不益で普遍的な無意識があり、その普遍的無意識で全人類は内面でつながっている。逆に言うと、巨大で一つの普遍的無意識という根底から枝分かれしたのが、我々個人の自我や意識に過ぎないということだね。時代も空間も関係なく全人類がつながっている？一つの生き物みたいな感じ？なるほど、面白くなってきたじゃないの。それを聞くと、確かに、怪奇とは万物が不益に修練という構図と、万物は不益から枝分かれした存在という構図に共通性は感じなくもないけど、正直うっすらふわっと香るくらいね。そうだね。僕も当初は頭に軽くよぎるくらいだった。だから、ユングとのつながりを確信するのに、これだけ時間がかかってしまったわけだけど、それは単純にユングへの理解が浅かったからだったんだ。改めてユングの勉強をした今となっては、むしろもう片方の原理である因果性原理に関しては、もう仁王とかいう次元じゃないくらいに、もろにユングなんだよ。因果性原理、黄金律原理主義の木と、その根本をなす一つ、小さな因果の輪を体に宿し、一定流の攻撃を受けると、自動的に反撃する原理主義は、黄金律を二つの力で説明する。それすなわち怪奇と因果であり、因果とは万物を関係性の連関となす意味間の引力であるか。これがユングと同じような考えなの？そうだね。内容もそうだし、独特の言葉選びも、ユングの唱えた非因果的連関の原理、すなわち共時性、シンクロニシティとかなり似通っているんだよ。シンクロニシティ？なんか漫画で読んだわね。何の示し合わせもなく、世界中の敗北を知りたい最強死刑囚が同時に脱獄して東京へやってくるという感じの不思議な話？講義的にはそうだね。まず風が吹けば桶屋が儲かるみたいに確かな原因があって結果が起こる因果の連なりを因果律というんだ。ただ世界中の刑務所にいる最強死刑囚たちには連絡を取り合う手段もなく、個人個人が敗北を知りたいと考え、各々の判断で脱獄して東京に向かったんだ。それらが同時になる原因は明らかにない。だがそれが起きた因果律では説明のできない現象と現象が意味によってつながる。それが共時性なんだ。死刑囚の例で言うと、彼らは心の根底の普遍的無意識でつながっているからこそ共時性が生じたと考えられるだろうね。なるほどね。本来は敵から自分が攻撃を受けることと、その敵へのダメージの発生には因果関係が成立していない。そんな本来は因果関係にない事象同士を関係性の連関で結びつける引力か、確かに共時性っぽいけど、テキストにも出てくる意味間という表現が分かりがたいというか、少し引っかかるわね。そうだね。実際このシンクロニシティの厳密な説明に関しては現代でも色々と議論の余地があるみたいで難しいところではあるんだけど、シンクロニシティにはいくつかの種類があるんだ。最強死刑囚も講義的にはシンクロニシティの例なんだけど、競技的にユングの着眼としては普遍的無意識の夢や原子、ビジョンが現実の出来事と結びつくのかというのがポイントだったみたいなんだ。夢や原子？どういうこと？先にも言った通り、ユングやシノフロイトは無意識の解明を目指した人物であり、そのために夢や原子というものは絶好の取っかかりであり研究対象だった。シノフロイトはその個人の過去の経験などからなる無意識、それにより夢は形作られると考えた。しかしユングは先にも話した通り、根底には普遍的な無意識が存在すると考えた人物だ。精神医として患者とのカウンセリングを繰り返し、夢や原子に関する研究を続け、普遍的無意識には原型、アーキタイプがあると見出したんだ。要は丸いものは優しいとか母性と結びついているみたいな感じで、全人類にとって普遍的なイメージ像みたいなものがあらかじめに存在すると考えた。だからこそその共時性の表れとして世界各地には似たような神話の構造が見られるし、時には彼らの患者は知るはずのない異国の伝承そっくりの出来事を夢に見ることもあるんだと。
なるほど。なんかうっすらと怪しげな雰囲気が。そうだね。彼の考えに沿えば、夢や原始でのビジョンは個人の経験や感覚でどうこうなんていう賠償な存在じゃない。もっと普遍的で壮大な存在の表出なんだ。だからこそ彼は科学的とは言えない神秘主義や占星術に非常に強い興味を持った人物でもある。真っ当な因果律で言えば、夢で見た出来事や原子と現実の人生には何の関連性もない。しかしそれらが偉大なる普遍的無意識からのメッセージだとすれば、そこには因果律では説明のできない結びつき、表示性が見出されるのではないか。彼はそう考えたようだね。やだやだ、ちょっとユングが数年ぶりに会った実家のお母さんみたいになってきたじゃないの。彼は患者から夢に黄金のスカラベが出てきたという話を聞いている途中、窓がコツコツ叩かれていることに気がついて確認しに行ってみると、そこにはコガネムシがいたらしいんだ。これは彼が教示性の実例として挙げた定番のエピソードなんだよ。エジプトではスカラベは再生の象徴、意味のあるモチーフであり、その後にその患者がみるみる回復していったんだとか。ユングが言うには、普遍的無意識において再生の意味を持つスカラベが夢に出てきたことが現実の患者の再生と結びついたのではないか、みたいな話なんだよ。なるほど。普遍的無意識にあらかじめ存在する意味ある原型が物質世界にも意味ある現象として結びつくみたいな感じ。ユングは普遍的無意識とかそこに現れるビジョンをある種の崇拝をしていたから、そういうスピリチュアルみたいな世界にも夢中になっていったのね。そうだね。そんな経緯もあって、先にも言った通り彼は占星術に興味を持った。占星術というのはマクロコスモスの星にミクロコスモスの人が対応していることから、星を見ることで人の運命などが占えるという理屈づけがされているものなんだ。星の並びが人のありさまに関係している。彼はそこに因果律では説明のできないシンクロニシティを感じたわけだ。もはや普遍的無意識がどうとか関係なくなってきているような。いや、人の内面には星があり、天の星と対応しているとかどうとかで一応説明はされてはいるんだけどね。それはさておき、ユングがシンクロニシティと結びつけたこの占星術の話って作中で聞き覚えがない？それって星見のこと？奇跡の魔術師たちの原点で、レナラ様も元は星見の少女だったことが伺えるのよね。星のありさまは人の運命に結びついている。人の内面に星があるという話も、奇跡魔術師が脳とか心臓とかを奇跡に代替させようとしていた感じを思い出すわね。確かに占星術のイメージと重なるけど、そんなの今更じゃない？じゃあ今シンクロニシティに似ているとして話題に挙げている因果性原理と普遍的無意識の話に似ているとしている回帰性原理という2つの祈祷は誰が考え出したものだと思う？そりゃ黄金律原理主義の根本とされる祈祷だし、普通に考えれば黄金律原理主義を掲げたとされるラダゴンでしょ。そうだね。ラダゴンはレアルカリアで知力で扱う魔術を収めた。その後レナラ様を捨ててマリカ様の下で信仰で扱う祈祷を収め、知力と信仰の両方で扱う黄金律原理主義を掲げたというのが見て取れる流れだね。ただ黄金律原理主義の根本をなすとされる2つの原理、2つの引力にはとある異様な特徴があるんだ。そうか、知力だけで扱う祈祷であるところね。星見たちの技術、奇跡の魔術と同じで。その通り。単にレアルカリアで学んだ知力の術を取り入れたものだからというだけでも説明はつくけれど、今回話してきたシンクロニシティという観点を持つとさらにイメージが明瞭になるんじゃないかな。なるほど。知力で扱う星見の術、占星術はシンクロニシティと結びつく。それでその魔術を学んだラダゴンが祈祷に取り込んだのが、やはり知力で扱うシンクロニシティと似通った原理であるわけか。確かに綺麗に噛み合うわね。加えて言うと、回帰性原理というのは枝分かれした万物から不益たる根源方向へと回帰する引力だよね。これはユング思想で言えば枝分かれした自我に対してその根底にある普遍的無意識へと向かって回帰する力ということになる。つまり自我から他人とのつながりのある普遍的無意識へと向かう力、これは外向きの力ということになるんじゃないかな。外向き、外なる律か。そう考えると祈祷というのはその逆で、普遍的無意識から枝分かれした自我へと向かう力、内向きの力ということになるのか。そういえば祈祷の中に拒絶というのがあるけど、あれの印象も違ってくるわね。自我をより強固にして他者との枝分かれを強調するみたいなイメージというか。そうかもしれないね。生と死で言うと
内向きは正で、外向きは死につながるだろう。とか、祈祷と魔術との違いに関する細かい話は、今は一旦置いて、話を先に進めようか。ユングは、夢や原始の中で原型という形でそこに現れる普遍的無意識を解き明かそうとした人物だ。世界各地の神話や伝承、グノーシス主義などの宗教、占星術や疫学、マンダラに聖杯伝説、果ては UFO まで研究した。そして、その人生の後半にかけて夢中になった。探求の末に行き着いたのが、錬金術なんだ。出た。こうやってつながるのか。ユングは僕が知る限りでも、心理学と錬金術、欠乏の神秘、精神現象としてのパラケルスス、転移の心理学、聖レメリクリウス、ゾシモスのビジョン、哲学の木、など、錬金術に関する書籍や論文を大量に執筆した人物であり、錬金術全体の歴史の中でも極めて重要な人物になるんだ。コミュニティ投稿や X で、最近、クソ難しい本を読んでいる、というような話をしたけど、これのことだね。錬金術というと、科学実験的なイメージがあるかもしれないけど、その一側面には、瞑想であったり、自己の内面への探求も含まれている。だからこそ、ユングは錬金術師を、無意識心理学の先駆者だとして強い興味を持ち、シンパシーを感じたみたいなんだ。先に紹介した、欠乏の神秘は、これが最後の著書になると冒頭で宣言してから始まり、事実として彼の思想の集大成とも言える最後の著書になる。その副題には、錬金術に見られる心の諸対立の分離と欠乏とある通り、錬金術を主軸にした本であり、彼の人生をとした内面世界への探求の最終到達点は、錬金術にあったということになるんだよ。彼は、人の精神的成長、個性化を国家、発火、石化を経る賢者の石の連成と重ねたんだ。20世紀最大の思想家の一人やら、三大心理学者やら言われるほどのユングの思想にとって、錬金術は単なるいくつもある研究のテーマの一つという以上に、むちゃくちゃ重要な存在だったのね。そうだね。過去の動画の中で、散々、エルデンリングの世界観と、錬金術との関連性については触れてきたし、今回の動画冒頭では、エルデンリングの世界観と、意識や精神との関連性について話してきたよね。ユングは、その、錬金術と、意識や精神の両方を結びつけて、徹底的に探求した人物ということになるわけだけど、ここからさらに彼の思想について踏み込んでいこう。まずは、JRPG タイトルでも有名な、ペルソナという概念について。ジョジョのスタンドみたいなやつで戦うゲームのこと？私も遊んだことあるけど、あれの元ネタってユングだったの？そうだよ。ペルソナというのは、演劇で使う仮面が語源で、人が社会生活をする上で、使い分ける、表面上の人格のことだね。職場に行くときは職場にふさわしい仮面。SNS をやるときはそれにふさわしい仮面を。なるほど。今のところ、わかりやすいわね。ただし、ペルソナ把握まで、他に合わせた表面的な側面であり、自分自身そのものの姿ではないよね。ペルソナのその裏には、影、シャドウと呼ばれる自分自身の側面が同時に存在している。ゲームのペルソナだと、敵として登場するのがシャドウじゃなかったっけ？ペルソナで、シャドウと戦う。なるほど、そんな構図があったのか。性質上、ペルソナは社会的で、逆にシャドウは反社会的になりやすいのは確かだから、フィクションなんかだと、五感からも単純にシャドウは、その人の邪悪な面、として扱いやすいかもね。大まかなイメージとしては、別にそれでもいいかもしれないけど、シャドウとは、その人が現実に選択しなかった一面であり、その人の未知なる可能性を含んでいたりもするし、もう少し複雑な概念ではあるんだ。ふんふん。闇は怖いけど、その中には大事なものも潜んでいるかもしれない、みたいな話か。そういや、ゲームのペルソナでも、そういう描写があったような。ユングは幼い頃から、二人の自分がいる、という感覚を持っていた。ありていに言ってしまうと、単に、人には裏表がある、というだけの話かもしれないけど、彼はその仕組みや理由に強い興味を持った。家族や周りの人間の二面性についても観察し、後々に意識の奥にある、無意識、という概念に出会い、没頭していった、という流れになるんだ。このペルソナとシャドウの構図は、二人の自分がいる、という幼い頃の感覚に対する彼なりの説明であり、代表的な思想だね。二人の自分。そういや、エルデンリングの世界ってやたらと、振り二つの分身が登場するわね。マルギットとモーゴット、モーグとモーグ、ゴドリックとゴドフロア。拡大解釈すると、ゴッドフレイとホーラルーとか、ラニ様とレナ、セローシとマリケス、
マリカ様と酔い目とかもそうだったりするのかも。そうだね。ユングの言う共時性や冒頭で話したエルデンリングの宿主神の意識と世界の関係を思うと、エルデンリングの破片の君主である半神デミゴッドたちの精神的な要素が現実として表出してもそう不思議でもないかもしれないね。ただ2人の自分といえば他にもないかな。振り二つの姿ではないかもしれないけど、姿は違うかもしれない。2人の自分、もしかしてマリカ様とラダゴンとかミケラとトリーナのこと？性別は違うけど2人の自分という感じはするわ。ペルソナは社会生活を送るために使い分ける表面上の人格だと説明したよね。それには性別も含まれるんだ。男に生まれたものはいわゆる男らしく表面上の人格を整えるし、女もまたしかり。ただ裏に隠しているだけで本来は男性にも女性的な側面アニマがあり、女性にも男性的な側面アニムスがあるのだとユングは考えた。彼は男だから彼自身のアニマに関しては強い関心を持ち、普遍的無意識や夢の世界へと己を導く存在だとして捉えていたみたいだね。なるほど。表面には出さないシャドウとかアニマやアニムスは無意識に属するイメージなのね。そうだね。彼は己の思想、人の精神的成長、個性化を錬金術の賢者の石の錬成と重ねたと先にさらっと触れたよね。彼は意識と無意識の合一により個性化はなされると考え、錬金術における硫黄と水銀の合一によりなされる賢者の石の錬成にその答えを求めたんだ。それってつまりシャドウとかアニマとかアニムスはペルソナでぶん殴って撃退する対象とかじゃなくて、目指すべきは合一ということ？自分の中にある異性との合一化。そんな感じみたいだね。これで基本的なユングの思想に関する説明は以上だよ。細かいことを話すと内向と外向だとかマンダラについても押さえておくと良いかもしれないけど、それも含めてユング思想に関する解説はネット検索でも手軽に行き着くことができるから、興味が湧いた方は自分で調べてみてもいいと思うよ。さすがは心理学会の三大巨匠、大人気錬金術の勉強とはわけが違うわね。そういうことだね。こうやって考えると普遍的無意識でつながっているからこそ、オンラインプレイでの他のプレイヤーとの接触も空間を超えて祝福から復活したり瞬間移動したりするのも可能なゲートと考えられるだろうし、ユングの思想は世界観を理解する上では重要な予備知識やイメージになるんじゃないかな。確かにユング思想を前提に考え直すといろんな設定への受け止め方が違ってきそうね。ループの仕組みだとか、狭間の地を訪れる汗人は全員が死者だとか、祝福の導きだとか、巨大な祝福のある円卓の正体だとか、いろいろ。それになんといってもミケラが肉体を捨てて向かったというエイジに象徴される影の血を舞台にした DLC だね。この動画の原稿は DLC の新情報が出る前に書いていたものだから、あまりそこに焦点の合っていない内容になっているんだけど、ユング思想という観点があるとだいぶ受け止め方が変わってくるよね。急にメタな話をするわね。でも確かに狭間の地がマリカ様の認識と連動した世界だと考えれば、隔離された影の地という舞台のイメージは違ってくるわね。ユング思想における影と夢とのつながりなどを考えると、マリカ様の根矢にかかったベルと影の地にかかったベルとの連動性も興味深いし、影の地で玉座に座るメスメルの正体に関しても想像が膨らむよね。なるほどね。急に実写おじさんの説明をし始めた時は戸惑ったけど、今となっては受け入れつつあるわ。でもピンポイントで簡潔にこういう根拠があるので、エルデンリングにはユング思想が関係しているだろうという説明が難しいのが難点ではあるわね。錬金術を含めてもろもろを通しての話だし、実際視聴者さんのうちどの程度が途中で投げ出さずにここまで話を聞いてくれているのか心配ではあるよね。まあ錬金術の話とかから聞いてくれている方は大丈夫なんじゃないの？多分ね。そうそう。錬金術といえば基本的なユングの思想は説明したけど、話はここから先があるんだよ。先にも話した通り、ユングは己の思想の答えを求めて最終的に錬金術に行き着いた。そんな彼の錬金術への解釈についてまだろくに話していないよね。言われてみればそれもそうね。先にユングは錬金術に関する書籍や論文をたくさん出しているという話をしたよね。実際に自分もその中から数冊を読んでいるんだ。ただその内容を説明するのはかなり難しいんだよね。
クソ難しいってブチっていたもので、それだけ複雑な内容ということ？ただでさえ錬金術は抽象的でややこしい分野だけど、それを心理学的な見解で解説しているわけだから、そりゃまあ難しそうね。その上、彼自身が著書精神現象としてのパラケルススの冒頭では、私はここで決定的結論的なことは何一つ言っていないと断っていたりするんだよね。確かに全般的にああかもしれないしこうかもしれないみたいな感じではあるんだ。真実を追求する研究者としては好感と共感が持てるスタンスだけど、考察資料としてはなかなかに苦労させられるよ。ただそんな中でもかろうじて話せることもいくらかはあるんだ。ロンギヌスの槍で卓形のキリストを貫く人形、宇宙に対応した根源的人間アダムカドモン、生命の木セフィロトと対応な寿司の木クリフォと人の内側に存在する星の光、あとついでにクラゲなどなど。なるほど。とりあえず今の見出しを聞いただけで胃もたれがしそうだわ。先に断っておくけど、本当にぼやっとした話しかできないというのはあらかじめ分かっていてね。そもそもユングがぼやっとしか説明していないんだから。分かった。明確にあれはあれの象徴でとかは言えないってことでしょ。それもそうだし、一つ一つの概念の説明がそもそも漠然としているからね。スカッとした説明は期待しないことを約束だからね。分かったってば、そんなのうちの動画じゃ別に今に始まったことじゃないでしょ。それもそうか。じゃあそれはいいとして、今の見出しを聞いて錬金術というかカバラの用語多くないと感じた人も中にはいると思うんだ。ただこれは過去の動画で説明したかどうかは記憶が曖昧だけど、ユダヤ教の神秘主義であるカバラは錬金術に取り込まれた大きな要素の一つなんだ。総合的に見てカバラを含めた多くの要素を取り込んだ錬金術、その錬金術を含めた多くの要素をさらに取り込んだユングの思想がエルデンリングの世界観のモチーフだと考えるのが妥当だと思う。なんというかカオスオブカオスね。混沌が極まってるわ。日本神話を思わせる要素も多いし、別に一つのモチーフで世界観を説明する必要は全くないと思うけど、あえて主軸を言うならということだね。それじゃあそろそろ締めようか。前回が DLC の新情報考察の前編で、今回がユング思想の前編というへんてこな順番になっているけど、次回はどうするの？変則的になったけど、この動画は DLC の解釈にも大きく影響する話題だから、もともと作りかけだったし早く出したかったんだよね。悩むところだけど、次回は DLC の後編にしようか。そうね、あの手の話題は時間が空くと熱が冷めちゃいそうだし。それじゃあご意見ご感想があればどんなことでもお気軽にコメントしていただけると嬉しいです。今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。またね。